ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。東京新宿歌舞伎町の西武新宿駅と江戸時代から小江戸と称されてきた埼玉川越にある本川越駅までを結ぶ西武新宿線。西武新宿線は直通先の拝島線などとともに通勤通学生活路線として沿線住民の貴重な足として現在も活躍を続けているほか、本川越駅が川越の名所や旧市街地など観光地から近く、小江戸川越の観光アクセスにも使える路線となっています。また他の地下鉄や JR 私鉄の路線との直通がなく、自社線内のみで独立した運行形態となっていることも首都圏の主要路線というくくりでは西武新宿線の特徴となっています。さて、そんな西武新宿線では一般の電車以外にも小江戸号という特急列車が終日にわたって運転されており、小江戸号は30分から1時間おきに1本走っています。小江戸号は1万系ニューレッドアローを用いて運転されており、その1万系ニューレッドアローは登場から30年以上経過し、老朽化陳腐化が進みつつあるのが現実です。そんな中で西武鉄道は2024年5月特急小江戸号について新たな車両へ置き換えることを発表。さらに新宿線有料着席サービスの刷新も検討するとしており、新たな形態で2026年度から運行を開始する予定とされています。ところでこの特急小江戸号、今後どのような運行形態へと変化するのでしょうか。今回は現状の課題などを見ながら、特急小江戸号が今後どうなっていくのかについてウプ主の独断と試験を交えながら解説・考察をしていきます。それでは本編へどうぞ。特急小江戸号の概要。特急小江戸号は西武新宿線で運転されている特急列車で、基本的に西武新宿と本川越の間を結んでいますが、ごく一部に所沢始発で運転される列車もございます。列車の役割としては基本的に通勤通学などにおいて沿線住民が有料着席列車として利用するケースのほか、小江戸川越を観光する際のアクセス手段も挙げられます。現在の途中停車駅は高田馬場、東村山、所沢、狭山市の4駅で、この他を彼岸時期の小平霊園アクセス目的などにおいて一部が小平にも臨時停車する場合がございます。全車座席指定で単一クラスの特急列車として運転されており、専属の特急車両として7両編成で組成された1万系ニューレッドアローが使用されます。1万系ニューレッドアローは12編成が製造されましたが、このうちの5編成程度が新宿線車両所に所属しており、南入曽車両基地を拠点として運用されております。特急料金は西武全線において共通のテーブルを使用し、現行の2023年7月1日より適用されている特急料金では18キロまで400円、35キロまで500円、60キロまで600円です。小江戸号においては西武新宿、高田馬場、所沢間で500円、西武新宿、高田馬場、狭山市、本川越間で600円などの料金です。ちなみに61キロ以上は900円となるのですが、そちらは通常秩父号の池袋、横瀬、西武秩父間のみに適用される料金で、小江戸号においてはあまり関係のない料金となります。そんな特急小江戸号の歴史についてですが、西武新宿、西武秩父間を直通で結ぶ特急奥秩父号と、その送り込みで西武新宿、所沢間で運転された特急武蔵号に始まります。こちらは5000系初代レッドアローを用いて1976年から運転され、武蔵号は1986年に本川越まで運転されるようになりました。ただしこの時は休日のみの運転でした。その後新宿線で特急列車を本格運行するために、1993年10月に1万系ニューレッドアローが登場し、同年中に新宿線へ1万系ニューレッドアローを2編成配属しています。その上で同年12月6日のダイヤ改正から特急小江戸号の運転を開始することとなったのです。この特急小江戸号は休日の運転以外にも平日にも11往復が運転を始めています。
1万系ニューレッドアローはこの後9編成増備されましたが、1994年と1995年に製造された6編成については5000系レッドアロー置き換えのため池袋線へ投入されました。新宿線には後の1996年に3編成が追加増備され、この時新宿線の1万系ニューレッドアローが5編成体制になると、小江戸号は現在の運行形態に近い体制を確立しています。1万系ニューレッドアローはこの後2003年に1編成増備され、この1編成はほぼ新宿線専属で走行しているのですが、この編成の導入と引き換えに他の編成が池袋線へ転出しており、新宿線向けは5編成体制での運行が続いていきました。小江戸号は当初最速43分で西武新宿本川越間を結び、途中停車駅は高田馬場、所沢、狭山市の3駅のみでした。しかし2013年に東村山にも小江戸号が停車するようになり、現在は最速45分で西武新宿本川越間を結んでいます。なお池袋線には2019年3月から2020年3月にかけて1万系ニューレッドアローを置き換える目的で8両編成のミサイル君じゃなくて001系ラビューが7編成導入されました。001系ラビューについては新宿線へ導入されておらず、新宿線では引き続き1万系ニューレッドアローでの運転が続いています。そんな中で2024年5月、西武鉄道が発表した2024年度の設備投資計画において、新宿線特急列車の今後について示唆する内容がありました。2025年度以降に1万系ニューレッドアローを新車へ置き換えた上で、有料着席サービスを刷新することを検討するとしたのです。ところで有料着席サービスを刷新するとありましたが、一体どうなっていくのでしょうか。特急小江戸号の現状。新宿線の有料着席サービスがどうなるかを推察する前に、まずは特急小江戸号の現状について振り返ってみましょう。特急小江戸号の現状の乗車率ですが、平日の通勤時間帯の着席サービスという面での利用については、着席サービスとしてそれなりの利用がある模様です。しかし日中やラスと逆方向の列車、それに土休日の利用率はどうでしょうか。これがなんとかなり悲惨な乗車率なようで、1桁%台というのも当たり前だそうなのです。1万系ニューレッドアローの座席数についてですが、7両編成で406人という座席定員となっていますが、1列車40人も乗っていないという計算になってしまうのです。小江戸号の悲惨な乗車率については以前からだったようですが、特にひどくなるのは2016年3月ダイヤ改正以降の話。みなとみらい線、東急東横線と東京メトロ副都心線を介して東武東上線または西武池袋線方面を速達列車で結ぶ F ライナーの運転がこのダイヤ改正から始まりました。特に地下鉄直通列車で初めて速達列車を運転することになり、東上線内を当初急行として運転した東上線方面行きについてが問題です。東武東上線方面へ向かう F ライナーについて、西武新宿駅と同じく JR 新宿駅の西側にある新宿三丁目駅と本川越駅近隣の川越市駅の間を41分程度で結ぶようになったからです。さらに F ライナーは運賃576円だけでこの両駅を結び、いくら快適な座席に確実に座れるとはいえ、運賃、特急料金合わせ倍近い1113円もかかる小江戸号。所要時間も45分と F ライナーに劣っており、さらに東上線内快速急行で走るようになった現在の F ライナーは新宿三丁目川越市間をなんと39分で結んでいます。また運転本数も F ライナーは30分に1本程度、一方の小江戸号は1時間に1本程度。この状況下では当然小江戸号は悲惨な乗車率となっても仕方がないと言えるのではないでしょうか。さらに東上線では新宿ではなく池袋からとなりますが、2019年3月のダイヤ改正より川越特急を運転しております。川越特急は池袋川越市間を最速27分で結び、
池袋駅での乗り換え時間などを考慮したとしても、新宿から JR 山手線との乗り継ぎにて45分以内で向かうことが可能です。さらに車両は TJ ライナーでも用いられている5万90型をクロスシートモードの座席に設定した上で、追加料金もかからず運賃481円のみで利用が可能。西武も川越の観光地に近い場所に本川越駅がある立地を生かし、カナヘイとタイアップして川越への観光利用を促進したこともあるほか、2019年の一時期において小江戸号の利用促進策として一部の小江戸号の特急料金を300円均一にしたこともあります。しかし東武東上線は西武新宿線や JR 埼京線と比較し、圧倒的に直線ルートで川越にアクセスできることに加えて、本川越駅や川越の観光地に近い川越市駅だけでなく、川越の中心街に近い川越駅へもダイレクトでアクセス可能で、どちらか片方しかアクセスできず遠回りな西武新宿線および JR 埼京線に対して優位に立っている状況です。東武でもこれを生かして近年川越観光振興に力を入れており、川越特急の運転もこれの一環として運転されている列車です。さて、ここまで軽く小江戸号の悲惨な乗車率以外に競合となる東武東上線の動向についても紹介しました。ここで質問ですが、もしあなたが新宿から川越へ観光で行くとなった場合、どの移動手段を利用しますか？おそらく多くの人がFライナーを使うと答えるのではないでしょうか。そのような現在の状況を踏まえた上で続きを見ていきましょう。特急小江戸号が今後どうなるかを予想してみる。ここまでで特急小江戸号の利用実態について、通勤通学ラッシュの時間帯では一定の利用があるものの、それ以外は悲惨な乗車率であることをお伝えしました。川越への観光特急列車として小江戸号を一定数利用してもらいたい。もちろん西武もそのように思っているに違いなく、それは過去のキャンペーンなどから伺えると思います。しかしこの悲惨な乗車率で現行のまま小江戸号を運転することは必ずしも効率的ではないと言わざるを得ないのが現実です。また西武新宿線では2018年3月10日より拝島方面へ向かう特急列車ではない有料着席サービス列車として拝島ライナーの運転を開始しております。この拝島ライナーの利用率は比較的好調なようで、特に2023年3月より設定が始まった朝の西武新宿行きについては発車前に満席になることもたびたびあるそうです。拝島ライナーはロングシートとクロスシートを切り替えられる4万系0番台をクロスシートモードにして運用に当てており、10両編成で座席数は440席とされています。これは1万系ニューレッドアローの座席数である406席および8両編成で蘇生される001系ラビューの座席数である422席とほぼ同等の数値となっています。一方で4万系0番台は6編成しか在籍しておらず、全て池袋線車両所に所属の上で小手差し車両基地をベースとしています。4万系0番台は池袋線でエストレインを中心に運用されており、基本的に最大3編成稼働としております。この時予備が3編成発生することになるのですが、このうち1編成は池袋線にとどまって運用されて、2編成は新宿線車両所に常時貸し出されて運用されています。この新宿線車両所に貸し出された編成を用いて拝島ライナーは運用されているわけなのですが、新宿線では実は4万系0番台の予備車がいない状況となっています。ここまでの現状を踏まえた上で予想をしてみることとしましょう。本川越駅中線を8両編成対応にして単純に001系ラビューを追加投入して置き換え。まずは単純に001系ラビューを追加投入して池袋線のように1万系ニューレッドアローを置き換える方法です。池袋線のようにラビュー投入で単純に置き換えられない理由ですが、7両編成までにしか対応していない本川越駅の中線である2番ホーム、3番ホームの存在があります。現状は3番ホームを未使用とした上で、
小江戸号の客扱いを主に2番ホームで行っているのですが、これが7両編成までしか対応していないことがネックとなります。しかし本川越駅の中線について8両編成対応に延長することが可能とされているようです。実際に後ろにある券売機や自販機を撤去さえして、あとはその気になれば容易に8両編成対応にはできそうです。だが先ほどまでも紹介したように、小江戸号の日中利用率は悲惨な状況が続いています。小江戸号の利用率が比較的好調なのであれば、ラビューを一気に12編成程度作った上で、新宿線の1万系ニューレッドアローも置き換えたでしょう。しかし池袋線へラビューを投入するタイミングで、新宿線にもラビューを投入しなかったということは、この可能性はかなり低いのではないかと考えられるでしょう。本川越駅中線を8両編成対応にして、4万系8両編成のライナー対応車両で置き換え。ところで2024年度の西武鉄道設備投資計画において、4万系を3編成24両投入する旨が発表されました。こちらはその製造両数や4万系の構造的な問題、及び6両編成、4両編成ではサステナ車両を導入する予定などから、8両編成3本が導入されるものと見て取れます。4万系はこれまで10両編成しか導入されておらず、拝島ライナーやエストレインで使用される0番台6本のほか、ロングシートの一般的な通勤電車と同じ車内とされた50番台が14本の合計20編成が導入されています。ところで先ほど本川越駅の中線について、8両編成対応への延長が比較的容易にできるようであると説明しました。つまり8両編成の4万系をクロスシートモードで運転の上で、小江戸号の代わりとなる有料着席サービス列車を運転し、本川越駅での客扱いを8両編成対応にした中線で行うことによって、1万系ニューレッドアローの代替が可能なのではということです。こうすることで1万系ニューレッドアロー代替のほか、送り込み、返却列車や日中の運用について、必ずしも特急のような有料列車か回送列車とする必要もございません。ただし2024年度導入分の4万系については、プレスリリースにて通勤電車という文字が見られており、過去のプレスリリースとの比較なども踏まえた上で、そこから2024年に導入される編成は一般車である、と推測する向きもあるそうです。またさらに踏み込んで拝島ライナー運用も賄えるよう、ちょっと多めに4万系8両編成のライナー対応車両を作った上で、小江戸号代替のライナー列車と拝島ライナーを共通運用化し、10両編成の4万系0番台はエストレイン予備車の増加目的、及び地下鉄に直通する6000系の置き換えに回し、4万系の比率を高めることも考えてみたのですが、拝島ライナーの利用率が好調となっており、単純に8両編成を導入しただけではより席が取りにくくなり、利用者から不評を買う可能性があると考えるとないと思いました。ちなみに4万系ライナー対応車両の8両編成の場合、座席数は344席もしくは335席程度になると思われます。本川越駅中線を使わないで、4万系10両編成のライナー対応車両で置き換え。最後に拝島ライナーと同じ車両である4万系10両編成のライナー対応車両で置き換える手段です。4万系10両編成のライナー対応車両、つまりロングシートとクロスシートを切り替えられる座席を装備した4万系0番台を代わりの車両として当てる方法です。10両編成であるため本川越駅の中線は使えなくなりますが、こちらも同様に前後の列車を一般列車とすることが可能です。さらに10両編成であるため西武新宿、上石神井間を区間に含む各駅停車での使用はできませんが、急行列車などでの使用もしやすくなっております。また4万系10両編成であれば座席数も400席台となっており、1万系ニューレッドアローや001系ラビューと近い数値になります。先ほどのように拝島ライナーとの共通運用化も見込め、運用効率という面でも向上が見込めるでしょう。本川越駅の中線が使えない問題についても、
朝の場合は南入曽から回送で送り込んでそのまま客扱い後発車。夕方の場合はその場で直接一般の営業列車または回送で折り返せば良いだけであり、さほど大きな影響はないと言えるのではと思います。一番ホーム停車中の電車の冷房が使えない制約があるのがちょっと気がかりではありますが、唯一難点を挙げるのであれば近年のバリアフリー法改正によるものです。国土交通省は近年のバリアフリー法の改正と合わせて個別の車両等に関するガイドラインにおいて、多数の旅客が利用しまたは車椅子使用者その他の車椅子スペースを必要とする利用者が多い場合には1車両に1以上の車椅子スペースを設けるを標準としております。西武でも2019年以降に製造されている4万系50番台において全車両に車椅子スペースを備えております。その一方で現在の4万系0番台10両編成については10号車に設けられたパートナーゾーンを含めて車椅子スペースがその半分の5両にしか設置されていません。車椅子スペース1つあたり車単部の3席を削ると仮定した場合、今後もし仮に4万系0番台を10両編成で増備してもその供給座席数は425席にとどまってしまうのです。若干数とはいえこれは単純に拝島ライナーの供給座席数減少につながってしまいます。ちなみに先ほど4万系0番台の8両編成バージョンにて供給座席数が344席または335席となるとお伝えしましたが、これは344席仕様が現行の4万系0番台10両編成からそのまま単純に5号車と6号車を抜いた状態の定員、335席仕様はその定員から全車車椅子スペースを設けた場合の定員と仮定して算出をしております。なお、西武鉄道は2030年度までに直流電動気駆動車両を廃止し、全車両を省エネでパワーの大きな VVVF インバータ制御車に統一する計画を打ち出しています。このためにサステナ車両と称して支線区向けに中古車として東急9000系、9020系や小田急8000型を入れる計画があるほどです。なので2003年に製造された 10112F を除いて全車両が直流モーターの車両となっている1万系ニューレッドアローは今後基本的には廃車されるものと見込まれます。ただし1万系ニューレッドアローで唯一VVVF 車となっている 10112F についてはもしかすると今後廃車されずに生き残るかもしれません。ところで西武では2016年4月17日より4000系 4009F を改造して生み出した観光列車西武旅するレストラン52席の私服を運転しています。この52席の私服は比較的好調な利用実績のようですが、実はこの52席の私服にも一つだけ問題点があり、それは直流モーターを使用する電車であるということ。西武の戦略に基づき52席の私服についても2030年度までには引退となることが想定されるのです。そこでこの52席の私服の後継となる観光列車にVVVF 車となっている 10112F を改造して当てるという策。一点物ということで早期の廃車も考えられそうですが、今後も継続して使用することが見込まれる2万系や今は4両編成になった9000系と共通の主要部品も多く、もちろん容易ではないとは思いますが、メンテナンスの問題で維持が難しい可能性は少ないと考えられるのではないかと思います。いずれにせよ新宿線の特急小江戸号は今後大きな変化をすることとなります。それがこの動画で紹介したようになるのか、はたまた違う形での変化となるのか。その答えは2026年度までのお楽しみ。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって西武新宿線の特急小江戸号がどのように置き換わるのか、その予想について主に3つのパターンが考えられ、単純に001系ラビューの増投入で置き換えるのか、4万系ライナー対応車両の投入で置き換えるのかのどちらかが主に考えられること。4万系ライナー対応車両の投入で置き換える場合、8両編成で置き換えるのか10両編成で置き換えるのかの2択が考えられること。
場合によって拝島ライナーとの共通化も考えられること。現在の小江戸号の利用状況がラッシュ時間帯以外は悲惨であることと、本川越駅中線のホーム有効長が7両分しかないことが置き換え計画として大きく関わってきそうな要素であることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。